りました。はい。そしてまた前に出ます。河野が前に出てきた。左の井上の左。A fearsome flurry, and he's down. Again is Rodriguez. Here comes Inoue. Oh, this is unbelievable from Inoue. Third time he's gone down. Rolled. Done that, got out in the second round, and the throw back. Oh, counter right hand. Really was. And Inoue tried to hang on, but Donaire again. Down, but that was a great round from Donaire. You know, I was about to. 続く4度目の防衛戦は前 WBA 世界スーパーフライ級王者の河野浩平選手でした。キャリア16年を誇る苦労人で3度目の世界挑戦で世界タイトルを獲得した河野選手は驚異的なスタミナと手数の多さが特徴の選手です。日上チャンピオンにとって日本タイトルマッチ以来の日本人相手の試合となりました。この試合の交渉に先立って河野選手の奥さんは井上選手との試合だけはやめてほしいと言ったといいます。それほど井上選手の怪物性は世界中で認められてきていました。試合が始まると前に出てくるファイタータイプの河野選手に対して左ジャブで前進を止める井上選手、実力差は明白で井上選手が左ボディや右ストレートをクリーンヒットしていきます。6ラウンドに左フックのカウンターでダウンを奪った井上選手。河野選手は根性を見せて立ち上がりますが井上選手が連打をまとめて2度目のダウンを奪うと同時にレフェリーが試合を止めました。河野選手は後にこの試合の印象を井上君は全てにおいてレベルが違った、左ジャブが普通の選手の右ストレート並みに強くて右ジャブは普通の選手の3倍強かったと語りました。5度目の防衛戦の相手はランキング2位のリカルド・ロドリゲス選手です。現在はアメリカ国籍を保持していますがメキシコで生まれ育った選手でこれまで16勝 5KO 3敗と KO 率は低いですが好戦的なメキシカンスタイルのファイターです。王者井上選手は初回からジャブとボディを対応し3ラウンドには左フックでダウンを奪います。立ち上がってきたロドリゲス選手にさらにダウンを追加しそうですね、タイミングもそうですし、KO 勝ちを収めました。相手は試合終了後しばらく立ち上がれないほどでした。そして6度目となる防衛戦で井上選手は初のアメリカ進出となりました。カリフォルニア州のスタブハブセンターテニスコートにて行われたローマン・ゴンサレス vs シーサケット・ソー・ルンビン再戦の前座として登場しました。メインイベントではないにしろ井上選手にとって初となる米国での試合に期待がかかります。相手はランキング7位のアントニオ・ニエベス選手です。17勝 9KO 1敗2分けのレコード。地元アメリカの解説陣は入場時から井上選手に彼には特別な才能があるなど絶賛のコメントをしていました。井上選手は初のアメリカのリングでの試合の緊張を見られませんでしたがいつもより慎重な立ち上がりに思いました。しかし徐々にワンツーからのボディのコンビネーションなどを打ち込んでいきます。ニエベスも速いコンビネーションを見せますが井上選手はしっかり見切っていました。2ラウンドには得意のボディーブローを連発し相手をロープに吸います。ここでラウンド終了10秒前の柏手を終了のゴングと間違えるアクシデントがありました。冷静な井上選手にしては珍しいミスですね。その後も対戦相手を圧倒し続け6ラウンド終了時ニエベス選手はギブアップし TKO 勝ちとなりました。
この試合後の2017年10月には長男の明葉くんが誕生しています。スーパーフライ級ではラストの試合となる7度目の防衛戦ではランキング6位のヨアン・ボワイオ選手を迎えます。170センチと176センチのリーチという恵まれた体型で、ここまで41勝 26KO 4敗、そして目下31連勝中と波に乗る挑戦者です。井上選手は初回はガードを高く上げ様子を見ていきますが、それだけでも相手にプレッシャーがかかっている印象を与えます。オープニングヒットは井上選手のボディショットでしたが、それだけで会場はどよめきます。1ラウンド終盤には右クロスをヒットさせ、さらに左でダウンを奪います。そして3ラウンドボディで3度のダウンを奪い完勝しています。この試合後の勝利者インタビューで井上選手は、なかなか相手が決まらなかった中で試合を承諾してくれた相手に感謝しますと語った後に、この階級では物足りないところがあるので一つ上のバンダム級も視野に入れてると語りました。前回の試合後、井上選手はタイトルを返上し WBA バンダム級タイトルへの挑戦が決定したことを明らかにしました。2018年5月、相手は英国のジェイミー・マクドネル。29勝 18KO2 敗1分けのレコードを誇り、ここ10年間負けなしの王者です。試合前、マクドネル選手は井上選手を挑発するかのように、井上のファーストネームすらどう発音するかも知らない、俺の方がタフで強いと語っていましたが、試合開始早々に井上選手は左フックをテンプルにかすめ、マクドネル選手をぐらつかせます。そして左ボディを追撃してダウンを奪います。立ち上がってきたところに怒涛の連打をまとめ、またも左フックをヒットさせ、1ラウンド1分52秒 TKO 勝ちを飾り、3階級制覇を達成しました。これほどに身長リーチに差がある選手が相手でも関係なく勝ってしまうところは本当にすごいです。16戦目での3階級制覇は日本で最速記録になります。そして試合後のリング上でWBSS の出場を発表し、ファンを沸かせました。 WBSS 参戦。 WBSS とは一つの階級の強い選手だけを集めて行われるトーナメント戦で、主にボクシング界のワールドカップとも言うべき大会です。第1回大会はクルーザー級で行われ、オレクサンドル・ウシクが優勝を飾っています。そして第2回大会が強者が揃っているバンダム級で行われることとなりました。7月にモスクワで組み合わせ抽選会が行われ、4人の世界王者を含む計8人のボクサーが集結しました。 WBA 王者の井上選手、元 WBA スーパー王者ファン・カルロス・パヤノ選手、 IBF 王者エマニュエル・ロドリゲス選手、 IBF ランキング1位ジェイソン・マロニー選手、 WBA スーパー王者ライアン・バーネット選手、5階級制覇王者ノリト・ドネア選手、 WBO 王者ゾラニ・テテ選手、 WBA ランキング5位ミーシャ・ロイヤン選手と、そうそうたる顔ぶれですが、オッズは井上選手が堂々の1位、2位ロドリゲス、3位バーネットと高い評価を受けています。また井上選手はリング誌が発表したパウンド・フォー・パウンドでランキング6位に選ばれています。井上選手の初戦の相手はファン・カルロス・パヤノ選手。オリンピックに2度出場経験を持ち、20勝 9KO1 敗の元 WBA スーパー王者です。試合前、パヤノ選手は井上は今までのようにうまくいくとは思わないでほしいと自信を覗かせています。サウスポースタイルのパヤノに対して探るようにグローブをちょんちょんと合わせて様子を見ていた井上選手ですが、1分過ぎに大きく踏み込んでのワンツーを打ち込み、一発でパヤノを KO しました。わずか70秒の KO を記録した。サウスポーに対して序盤1分間はほとんどパンチを出さずにいた井上選手ですが、その間に相手との距離、そして相手のパンチのタイミングを測っていたのでしょう。解説を務めた元世界バンダム級王者の山中選手は、紹介される前に終わってしまいましたねと苦笑していました。試合後に井上選手は
あのワンツーのステップは子供の頃に父から教わり、今でも毎日続けていると基本の大切さを語っていました。世界中から注目されているこの大会はアメリカのテレビでも放送されましたが、解説陣は井上は世界中に衝撃を与えた完璧なタイミングの右だったとコメントしています。前回に続きまたも1ラウンド KO の圧勝、しかも相手は元世界王者です。まさに怪物ですね。2回戦の相手は現役の IBF 王者エマニュエル・ロドリゲス選手です。1回戦ではランキング1位のジェイソン・マロニーを判定で下している選手で、これまで19戦全勝 12KO とパーフェクトレコードを誇り、ダウン経験すらない強敵です。オッズでは井上選手に次ぐ2位にランクされていて、この試合は実質上の決勝戦と言われていました。試合はスコットランドのグラスゴーで行われましたが、試合前の公開練習の際に一悶着ありました。ロドリゲス選手の練習風景を動画撮影していた父シンゴトレーナーにロドリゲス陣営が不満をあらわにし、シンゴトレーナーを突き飛ばしたのです。その場は関係者が割って入り収まったのですが、この騒動を WBSS がツイッターに流したため、ロドリゲス陣営は入場から大ブーイングで迎えられてしまいます。一方の井上陣営はまるでホームのようだったと試合後に語っています。試合開始とともにロドリゲス選手は井上選手のジャブに左をかぶせたり、井上選手が入ってくるところに左フックを合わせたりと積極的に攻めます。しかし井上選手も右クロスやボディで応戦。息詰まるような緊迫感のある1ラウンドでした。そしてここまではほぼ互角に思えました。しかし続く第2ラウンド、井上選手がギアを上げます。1ラウンドよりさらにパワフルなパンチを叩き込み、左フックのカウンターでダウンを奪います。立ち上がってきたロドリゲス選手にさらに追撃のワンツーをボディに見舞い、2度目のダウンを奪います。この時相手側セコンドは立てとロドリゲス選手を鼓舞しますが、ロドリゲス選手は無理だと言わんばかりに弱気に首を振ります。なんとか立ち上がったものの、すぐに井上選手がラッシュを打ち込み、3度目のダウンを奪い試合を終わらせました。英国の解説陣は軽量級のマイク・タイソンがなんて素晴らしいファイターなんだと驚きと絶賛の声を上げていました。試合後に井上選手は実は試合前にスランプに陥っていたことを明かしました。直近の2試合を1ラウンド KO で勝っていたため、今回の試合も1ラウンド KO を期待されすぎていたためと語っています。気にしないようにしていたものの気になってしまい練習が手につかず、1ヶ月の休養を取りリフレッシュしたとも語っていました。そんなスランプを吹き飛ばし、見事に決勝進出を決めました。試合後にあるテレビ番組に出演した際に、早いラウンドでの KO が多すぎる、早すぎると冗談交じりに突っ込まれた際に、父のシンゴトレーナーは親としては1秒でも早く終わってほしいと語っていました。父親としての優しさのあるコメントですね。決勝の相手はボクシングファンにとっては説明を必要としないほどに有名な5階級制覇のスーパーチャンピオンノリト・ドネア選手です。5つの階級で8回も世界タイトルを取っている大ベテランで、ここまで40勝 26KO 5敗のレコードです。フィリピンの先行のニックネームを持ち、これまで一撃必殺の左フックで何人ものボクサーを KO してきました。実は両者は何年か前に一度日本で顔を合わせたことがあります。井上選手が2階級目のタイトルをかけて WBO スーパーフライ級チャンピオンのオマール・ナルバイスに挑戦する際に、一度ナルバイスと対戦経験のあるドネア選手が来日した際にナルバイス攻略法を授けたといいます。井上選手自身もドネア選手は憧れのボクサーの一人で、これまで何度も試合のビデオを見ていると語っていました。伝説級のボクサーでもあるドネア選手を相手にしても、戦前の予想は圧倒的に井上選手有利と出ていました。井上選手はドネア選手に敬意を払いながらも、いい形で世代交代を見せると語っています。試合の時点で36歳となるドネア選手のピークは過ぎているとの見方が一般的でした。しかしドネア選手は試合で古豪の恐ろしさとベテランの意地を見せてくれます。ほぼ互角の展開の第1ラウンドを終えて迎えた第2ラウンド、
ドネア選手の左フックが井上選手にヒット。井上選手は目をカットしてしまいます。ヒッティングによるカットなので試合続行不可能になった場合は井上選手の TKO 負けとなってしまいます。しかもこの傷により井上選手は相手が二重に見えるようになってしまい苦しい展開となります。しかし井上選手は精神面でも怪物なところを見せてくれます。右目の負傷のせいで相手が二重に見えるなら右目で相手を見なければいいと考え右手グローブで右目を隠して戦います。実はこの戦法はかつてドネア選手が試合中に同じトラブルに陥った際に使った戦法でした。ドネアに悟られないようにやらなくてはならなかったと井上選手は試合後に語っていました。これだけの大舞台で序盤に目を負傷してこんなに大胆な作戦を思いつき実行するその精神力はすごいと試合後にファンは絶賛していました。それから試合は一進一退の技術戦、カウンターの取り合い、そして打ち合いになりますが井上選手は確実にポイントを奪っていきます。しかし迎えた9ラウンド、ドネア選手の右クロスをもらってしまいぐらつきます。なんとかクリンチと根性でしのぎます。井上選手がクリンチを使うほどのトラブルに陥ったのはボクシング人生で初めてのことでした。この試合井上選手は得意の左ボディを全くと言っていいほど序盤から打っていません。井上選手は試合後に序盤はボディを打つとドネアの左フックをカウンターでもらう恐れがあったから打たなかったと言っていますが11ラウンドドネア選手の動きが落ちてきたところでボディがクリーンヒットします。思わずたたらを組んで片膝をつくドネア選手、この試合初のダウンを奪います。この時レフェリーは間に入るもカウントをせず井上選手の追撃を阻止する形になったため試合後に議論を呼びました。ドネア選手はあのボディは耐えられたがもしあのまま立っていたら井上の追撃弾を食らいもっとトラブルに陥るかもしれなかったので膝をついた。レフェリーの行動には正直助けられたと思うと語っています。白熱した打ち合いの末試合は12ラウンド判定 3-0 で井上選手が勝利を収め WBSS トーナメント優勝の快挙を達成しました。この試合はリングマガジンの年間最高試合に選ばれています。試合後井上選手は序盤で目を負傷して苦しい試合でしたがそんな状況でも勝ったので自信になったと語りました。この決勝戦は試合後にもほっこりするエピソードがあります。試合前に2人の息子たちに優勝トロフィーを持ち帰ると約束していましたが惜しくも敗れてしまったドネア選手、試合後の控室で感情的になり涙を流したといいます。そして井上選手の控室に赴き井上選手にトロフィーを1日だけ貸してほしいと頼んだそうです。軽く承諾してくれた井上選手に SNS 上で2人の息子たちが井上選手にお礼を言っているところが話題になりました。そして井上選手は試合後に大手プロモーションであるトップランク社と契約しています。この試合後に井上選手はリング誌のパウンド・フォー・パウンドランキング3位にランクされました。そしてこの年12月には長女が誕生しています。井上選手の次戦は4月25日3階級王者のジョン・リル・カシメロ選手相手に行われる予定でしたがパンデミックの影響により無期限延期、そして消滅となりました。しかし同年10月にラスベガスにて WBO ランキング1位のジェイソン・マロニー選手を相手に防衛戦が行われると発表されました。対戦相手のマロニー選手は WBSS 大会にも出場しており1回戦でロドリゲス選手に敗れたとはいえ 2-1 の判定で接戦を演じています。試合前マロニー選手はかつてないほどに仕上がっている、自分が勝てると信じていると語っています。21勝 18KO いっぱいのレコードの挑戦者に対して井上選手が唯一の懸念材料として無観客試合であることを挙げていましたがその影響を全く見られず試合は序盤から井上選手ペースで進んでいきます。攻略が難しいと形容されていたマロニー選手はディフェンシブな戦いを見せ井上選手はなかなかクリーンヒットが出ません。業を煮やした井上選手はノーガードで相手を誘い込むなどの戦略を見せ6ラウンドには相手の左ジャブにカウンターの左フックを合わせダウンを奪うと続く7ラウンドでは右ストレートのカウンターで KO 勝ちを飾りました。この試合は無観客にもかかわらず井上選手は約1億円のファイトマネーを手にしています。井上選手はこれからもとにかく自分のいる階級で最強の相手と常に戦い最強を証明していきたいと語っています。バンダム級ではカシメロ、そしてさらにはスーパーバンダム級制覇なども思い描いているとも語っています。この怪物チャンピオンがどこまで突っ走るのかファンとしては目の離せない試合が続きそうです。
捉えましたがレフェリーストップです。セコンド入りましたね。Now standing by for the formal announcement from Matthew Campbell. そうですか。